皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回はランスの街を散策した一日をご紹介します。この日は朝定期検診に行った帰りに新しくできたカフェに来ました。美味しそうなお菓子もあったのでイートインでクッキーを頼み、持ち帰り用のお菓子も少し買いました。ラッキーなことにこの時間帯は空いていて、2階は貸し切り状態でゆっくりできました。飲み物はカフェラテを注文。こういう今時の手作りお菓子やいろんな種類のコーヒーが注文できる、いわゆる日本でいうカフェは実はフランスにはそんなにたくさんなくて、ほとんどがレストランやバーと併設されたサクッと一杯コーヒーを飲めるような特段おしゃれでもないカフェが一般的です。正直そんなに期待してなかったのですが、このクッキーのチョコがとろけていて、生地も程よい甘さでめちゃくちゃ美味しかったです。なんとしても断面を見せて美味しさを伝えたかった私。しかしスプーンでクッキーを食べるのはなかなか難しい。コーヒーもクッキーも美味しくてゆっくりできて大満足のカフェタイムでした。次は違う種類のクッキーも試そうと心に誓いました。食べた後はふらふら街を散策。フライングタイガーへ立ち寄りました。お店に並んでいる商品はきっと日本のフライングタイガーと同じでしょうか。可愛くて夏らしいレモンモチーフにブルーベリーモチーフの雑貨。ブルーベリーのマグカップはなかなかの独特さ。結局フライングタイガーでは何も買わず一旦家に帰ってきました。さっきカフェタイムしたばかりなのに家でもまたカフェタイム。最近本格的なコーヒーマシンを買ったので家でもよくカプチーノやマキアートを飲むようになりました。早速買ってきたお菓子もちょっと味見してみます。バブーカと呼ばれるパンとキャロットケーキ。バブーカは初挑戦だったのですが、もともとポーランド発祥のお菓子で、おばあちゃんという単語が名前の由来だそう。私がこの日食べたのはお菓子というよりパンに近いものでした。キャロットケーキは好きなケーキの一つなので、キャロットケーキが売られているお店に行くとついつい試したくなってしまいます。彼へのお土産のはずが食い意地が張って結局自分が先に味見する始末。彼の部屋で一服しながら YouTube にアップするビデオをチェック。ちなみにバブーカとキャロットケーキの味はまあまあといった感じでした。私が今回食べた中ではクッキーがダントツナンバーワンでした。その後は家の壁に飾る絵を探しに雑貨屋巡りへ。ついつい違うものにも目がいってしまいます。2、3軒回りましたが結局ピンとくるものには出会えず、まだまだ絵画探しの旅は続きそうです。
ちらはランスの市役所。ひょんなことから中に入らせてもらいました。市役所の中をこうやってゆっくり見て回ったのは初めて。ちなみにフランスの結婚式は市役所で書類のサインをするのが一般的なのですが、こんな素敵な市役所なら確かに結婚式の写真映えもしそう。どこを見ても重厚な美しい造りで、市役所というよりどこかの美術館にでもいるような印象でした。議会もいつか見学してみたい。この日は町の中心で大きなイベントがあったのですが、人が多すぎてものの10分くらいで退散し、近くの中華料理屋さんでご飯を食べて帰りました。ご視聴ありがとうございました。登録まだの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。